どうもこんにちは、倉人です。今回は質問いっぱいもらったんで、それに答えていきたいと思います。この質問のね、紙は嫁が全部書いてくれました。それでは早速読んでいきましょう。ズバリ何者ですか？30代のおっさん。やる気の構造はどういうところから思いつきましたか？これに関してはもともと竹をやっていて、でこの竹ってこの繊維がめっちゃまっすぐなんですね。この線がずっと根元から頭の方まで続いてて、そのまっすぐな繊維をぶった切りまくったらどうなるんやろうっていうのが大元の発想です。こんな感じでね、だいぶまっすぐな繊維が通ってるんですよ。でそれをねもうぶった切りまくったろうっていう。で最初の方にね実際やった言えばやる竹がこれですね。こんな感じです。でも実際ね曲がるんですけど、結構脆くてめちゃくちゃ折れやすいんですよね。やっぱやる気の方がいろんな可能性を秘めてるような気がしますね。自分なりのモチベの上げ方を教えてください。これ自分の場合はね、めんどくさいことをやらないっていう風にしてますね。めんどくさいから全部やらないんじゃなくて、作業の中でのめんどくさい部分を後回しにするっていうのをやってますね。でそれでできるところから進めていって、最終的にそこやらなあかんのやったらしゃあなしでやるかって言って順番を変えてます。質問動画は見たいですけど、それはそれとして質問作ってみた動画も欲しい。コミュニティでねちょっと質問自作するとか言ってたんでね、ちょっと、はい。いつも見てて頭柔らかすぎでしょ、やる気みたいにふにゃふにゃだな、ちゃんといい意味ですって思ってます。クライトさんが一番お気に入りのやる気はどの子ですか？あと一番使っている機材はありますか？最近気に入ってるやる気はやっぱこいつですね。ドミノで使ったんですけど、なんかあんま見てもらえなかったんですけどね。やる気のその特性がちょっとずつ分かってきて、どういうカットの方向で切ったらどうなるかっていうのが分かってきた頃なんで、その頃にできた最初のやる気なんで結構思い入れありますね。このねうなだれ方が可愛い。あと一番使ってる機材はどう考えてもこれでしょうね。テーブルソー。この機材はここに刃があって、そこの刃を回転させてそこに材を当てて切っていくんですけど、使い勝手がめっちゃいいんですよね。ただやっぱ事故の危険性とかもあるんで、いきなりこれ買って始めるっていうのはちょっと危ないかなとは思いますね。あとはね、このテーブル層はやっぱ安物なんでね、精度というか、もうガタガタなんですよ。全部ガタガタなんで、使い込んでやっと分かったんですけど、やっぱガタガタというか、これも平行が刃と溝の平行が出てなかったりするんで、そういうところの調整をなんとかやりながらね、今のところは使ってます。スライムでエポキシの型作ったらすごかった動画が好きです。ありがとうございます。今まで作った中でクライトさんの特にお気に入りの作品ってありますか？これはあります。これちょっと前、数ヶ月前の動画で出したんですけど、このやっぱ螺旋のやる気を作った時がやっぱ感動しましたね。なんかうわすげえと思って。でこれねまだまだ発展途上で全然ね研究も進んでないんですけど、今後ねいろんな作品でいろんな用途に使いたいなと思ってます。どっかのタイミングで動画出すと思うんですけど、これの次にやりたいことが実はあって、でこれちょっと中見てほしいんですけど、こうやって空洞になってるんですね。でこれをちょっといい感じに調整すると、これの切り幅とかをこうやって調整すると分かります？これ中がすぼんでいくというか円錐みたいな形になってるんですよね。でこれをちょっと何かに使えないかなって模索してるところです。家具等のよくある DIY もされていると思われますが、もしよろしければお気に入りの作品があれば見てみたいです。あとよく見てる YouTuber さんがいたら教えてほしいです。そうですね、これだと子供の椅子を作ったんですけど、それがね子供が自然に座ってくれてるんで作ってよかったなと思いますね。あとよく見てる YouTuber さんですけど、今だと世界の横沢チャンネル見てますね、ポーカーの。あとは昼飯食う時にいつもゆる言語学ラジオを聞いてますね。黒炭でやる気作ってください。これやってみたいけどとてももったいないので多分やらないと思います。テロップが面白くていつも癒されながらクスッとしながら見させてもらってます。好きな色は知りたいです。あと好きな色で何か作ってほしいです。ごめんなさい、今回ちょっとテロップ少ないかもしれないですけど、好きな色はね青色が好きです。なんでレジンの作品とかはね青いものが多いんで、来年以降ねちょっと作っていきたいと思ってます。これまでに作った一番難しかったものや珍しいものなど聞いてみたいです。これはですね、
日本のね伝統工芸で銅を着色する非銅っていうのがあるんですけど、でそれにこうやってトライしてるんですよね。で本来って銅、これぐらいの色ですけど、これがこんな感じのちょっと赤っぽい色というか着色技法があって、それをねこうやりたいなと思ってるんですけど、ちょっとうまくできなくてですね、これが今現段階でもまだ難しいと思ってますね。まだ成功できてないです。動画を見ているとだんだんやる気にも感情があるように思えてきました。あいつら生きてるからな、不思議ですね。2周年を迎えるであろう1年後の自分に聞きたいこと。はい、これはなかなかいい質問というか考えさせられる質問ですね。今年というか来年1年ちょっとやってみたいこといろいろあるんで、それが達成できてるかどうかっていうのと、やっぱ1年後にね想像を超えられてるかどうかっていう、そこな気がしますね。去年の自分から今の自分はやっぱ想像できなかったんで、成長できてたらいいなと思ってますね。思ってたより面白くなってるかどうかっていうのを聞きたいですね。いつもゆるくものづくりしているクライトさんと動きが可愛いやる気に癒されてます。どういった経緯でものづくりが好きになったのですか？またやる気加工してみたいものはありますか？ものづくりってもともと自分にとっては誰かにやってもらうっていうものだったんですけど、それをいざ自分で実際やってみたら結構面白かったっていうので、もう最初の段階から好きですね。またやる気加工してみたいものに関してはやっぱちょっと金属ちょっと一回やってみたいですね。今一番欲しい機材とか工具は何ですか？もうこれはね圧倒的に条件が合うテーブル層が欲しいです。結構ね今のテーブル層限界というか、やる気加工って結構精密な、作業なんでね、実際やっぱ本当に精度を求めるってなるといいテーブル層が欲しいですね。クライトさんの嫁さんとか子供さんはやる気についてどんな風に思ってるのか知りたい。嫁さんもやっぱやる気可愛いなって言いますね。で子供に関してはまだちっちゃいんであんまりそういう認識はないと思います。ものづくりを始めたきっかけを教えてほしいです。これは自己紹介動画で話した通りなんですけど、詳しい話はちょっとサブチャンの方でやろうかなと思います。そうだと思います。動画によく出るチキンについてどう思っていますか？これはね真面目な話、チキンにねこうチャンネルをごっつい助けてもらったというか、一番再生数多い動画も多分チキンなんで、いやーね、ちょうど確かチキン出したのが5月末で、そこから6月7月って再生数ちょっと落ちてたんですよ。でそれを支えてくれたのがチキンなんでね、めちゃくちゃ感謝してますね、チキンには。それに加えてね新しい仲間もいるんで、こいつねいずれ動画に出てくると思います。クリスマスは一人で過ごす予定ですか？特に予定はまだ立ててないですけど、多分家族で過ごすと思います。この間無抵抗なチキンに対して何度も殴ったり首を絞めたりする YouTuber を見たのですが、これって犯罪ですか？結論、犯罪じゃありません。実際のところはね、これはもう岡野武先生に聞かないとわからないんでね、ちょっと誰か聞いてみてください。やる気への愛と情熱と無限の愛ではマジで尊敬します。1、本職は何ですか？ 2、ご家族は倉人さんの遊びにどういう反応？ 3、やる気グッズの販売実用化の予定はありますか？本職は何ですか？基本的には物を売るっていう仕事になるんですけど、国内外からね物を仕入れてそれを販売までするっていうのが基本的な仕事です。ちっちゃい会社なんでね、結局もう何でもかんでもね自分でやらんとあかんのですよね。30代ぐらいの YouTuber って経営者めっちゃ多いんですよね。ある程度近しいものがあると思って、活動にまつわるものは結局自分で全部クリアしていかないといけないっていうのがあるんで、会社経営の経験もこの YouTube につながったのかなとは思ってます。コロナの影響とかももろに受けたんで、2020年ちょっとしんどかったですね。ご家族はクライトさんの遊びにどういう反応って、これはなんか多分嫁さんなんかは結構難しかったと思いますよ。やっぱ旦那が何やってるかようわからんっていう状況がやっぱね何年も続いたりしたんで、いや本当耐えてくれたなと思いますね。やる気のグッズ販売に関しては来年ね進めていけたらいいなと思ってます。多分進められると思います。実用化に関してはちょっと実用化の予定はありません。いつも独特な発想力だなと思っていますが、その発想力はどこから湧いてくる考えつくのでしょうか？
そのアイデアに関してはね、結構いろんなやり方があるというか、インスピレーションをどっから受けるかっていう話なんですけど、似てるものからインスピレーションを受けてしまうとどうしても似たものになってしまうんでね。なんでなるべくはその似てるものを調べたりはしないようにしてますね。例えば動画で言うとドリルでレコードを回した動画があるんですけど、あれとか別にドリルもレコードも見てたわけじゃなくて、ただ車が走ってるのを見て、タイヤが回ってるのを見て、それの大きさあれレコードと同じぐらいやんと思ってレコード回してみようっていう発想になってますね。各動画でそういうエピソードがいろいろありそうな気もするんで、それもなんかいつかの機会に話せたらいいですね。あとはやりたいというか、自分がこう考えてることを常に考えるみたいなことをやっぱしてますね。その昔なんか囲碁やってたんですけど、囲碁とかやってるとその商店街のタイルですら5番に見えるというか、なんかそういうのがあるんで、その考えたいことをずっと考え続けるっていうのが一つの発想力が生まれてるところかなとは思ってますね。ここはシンプルに結婚されてますか？はい、しています。質問まだ残ってるんですけど、一旦ここで切らせてもらいます。あとね、残りはちょっとサブチャンの方でやるんで、よろしければそちらもご覧ください。ありがとうございました。